暑い。夏だ、もう暑い。日本に帰ります日本に帰ります。明日、明後日日本に帰ります。なのでもうちょっとずつ荷物を減らしたりしているんですけど、机をさっきデスクですね、私がこっちで自分で見つけて担いでお部屋に持っていった足の形が可愛いデスクは職場の仲間に譲り渡して、で明日もこの棚とか椅子とかテーブルランプとかもらってくれる人が見つかったので譲って次の人たちのもとでたくさん愛着を持って使ってもらえたらいいなと思います。日本に帰る。今日は一日ちょっと日本に運ぶ荷物を詰めて送ったり、職場に T シャツを返したり、忘れ物を取りに行ってきたりで、その足でちょっと最後にフィンランドのサーモンを食べ納めようと思って寿司ビュッフェで大量のサーモンを食べ、今家に帰ってきてロンケロを飲んでいます。なんかこの図、一番最初の動画でもこうやって買ってきたこのグラスでジュースを飲みながらカメラに向かってちょっとお話ししたなぁなんて思いながら、ほぼ1年が経ってビザが切れるまで滞在しました、フィンランドには。でもやっぱりこうして1年日本を出て海外で暮らしてみて、最後の方に今になって思うのは、なんか前よりももっと自分のやってきたこととか今いるこの場所とか、自分の歩んできた道、人生、自分自身をすごくなんかいいじゃんって肯定できるようになったのが一番嬉しいことかな。なんか今まで自分はもうすでに足りてるはずなのに、なんか足りてないってずっと思ってる自分がいて、納得がいかないじゃないけど、もっと欲しい、もっと強くなりたいとか、なんだかそういう自分がまだ足りてないっていう感情に包まれることが多くて不安だったんですけど、なんかそれが最近は割といいじゃん自分って、なんかいい感じじゃんって思えるようになったことが良かったなと思います。本当は足りてたんだろうけど、その時点でも自信って言ったら簡単な言葉に聞こえちゃうかもしれないけど、でもその通りだな。なんか自分を信じるっていう言葉通り1年を通して自信を持てた、自分を信じることができるようになったなって思いますね今。だからこれからも楽しみ。なんか全てのことは自分が選んでやってること、自分が選んでそこにいるし、自分が選んでそれをしているしっていうことをすごく力強く感じた1年でした。そしてこれからも自分の手で選んでいきたいなって思います。なんてことを考えながらちょっとパッキングを進めていこう。この景色も明日明後日で最後。でも今は日本に帰れる嬉しさの方が強いですね。楽しみ。やっぱ変化っていいことだな。変化って怖いし不安だけど、すごく自分にとってはいいものだったなって思います。よし、パッキング頑張ろう死の子の言わずにパッキング頑張ろう。
つけなきゃ。一人1個までだそうです。ありがとう。Thank you。ついに日本へ帰国します。降り立った瞬間の湿気と暑ささえもなんだか嬉しい。しばらく経った今でも小さなことで感動し続けています。ただいま。おかえり。ただいま。荷物少な。なんかひょろ長くなった。太ったよ。嘘。ただいま。乾杯。美味しそう。帰国したその夜は妹のちーちゃんと恋人と一緒に美味しい居酒屋で乾杯しました。久々の居酒屋が嬉しすぎる。約1年ぶりの日本。やっぱり和食が食べたい朝。たくあんに梅干し、そしてえのきと小松菜のお味噌汁、焼きたらこと納豆ご飯。いただきます。うまー。納豆。いや、日本最高だな。幸せ。電車に乗って大好きなケンエレスタンド巡り。ムニュさんのポーチ、カニのチョキちゃん狙いです。残念ながらチョキちゃんは出ませんでした。でもかわいい。ガチャポン用の小銭入れにでもしようかな。次は新橋 JK24。新橋ケンエレスタンドはムニュさんポーチが売り切れ中。やっぱりチョキちゃんが諦めきれず上野で再チャレンジです。
上限の4回すべて違うキャラクターで唯一チョキちゃんだけ出ませんでした。これぞガチャポンの醍醐味。久々のガチャポン欲が満たされてホクホクな気持ちにほんのりと悔しさをにじませながらの夕暮れ時、屋根線エリアにやってきました。フィンランドへ行く直前、偶然街を歩いていて見つけたとあるカフェが忘れられず、1年ぶりの再訪です。おしゃべりや写真撮影は最小限に、丁寧に作られた揚げたてのチュロスと飲み物、そしてお店で過ごす時間自体をしみじみと楽しみながら心がほどけて整う素敵なカフェ。スマホをしまって本や手帳を開きたいと感じさせてくれるような場所が昔から好きです。ちょうど近くにあったお気に入りの雑貨屋ジョージズを覗いて帰ります。天然石のキーホルダーが綺麗。次の日、今日のバッグの中身はこんな感じ。これからちーちゃんともんじゃを食べに月島へ出かけます。昨日ゲットしたアメジストキーホルダーをつけて、忘れ物、お気に入りの小財布です。乾杯。かわいい。だるまの。すごい。たっぷり。フィンランドではなかなか出会えなかった粉物。これでもかと日本を堪能しております。海鮮もんじゃに梅干しサワー、明太もちチーズもんじゃにしっかりとデザートまで楽しみました。ありがとうございます。このままでお召し上がりください。はーい。真ん中から行こう。やばい。以前近くで仕事をしていた時にたまのご褒美で通っていたコーヒーショップへ。1年ぶりに行ったら路地裏のこじんまりとした場所から大通り沿いの大きな場所へと移動していました。あの頃から大好きなビターキャラメルラテを、エスプレッソのほろ苦さと焦がしキャラメルの濃厚な甘さが絶妙なこのラテ、変わらず美味しいです。その後は手帳を書いたり少し作業もしていこう。お腹が空いたので近くの立ち食いうどん屋さんで腹ごしらえ。うどんって立ち食いってなんて素晴らしき文化と心の中で一人盛り上がりながら粛々と早々に食べ終えてお店を後にします。銀座の無印良品はいつ来てもワクワクする。ちょうど飯田傘店の展示もされていました。新生活で足りないものを買い揃えて、セブンカフェラテでクリーミーが選択できるようになったとのことでチャレンジ。
ほぼミルクだったので、コーヒーの苦みが感じられる普通の方が私は好みだななんて思いながら帰宅しました。ほぼミルク、ほぼミルクです。日本に帰ってきて新しくまた日本で生活を始める自分に贈り物をゲットしました。これは中川正七商店っていう私の大好きなお店があるんですけど、そこでゲットしたものです。動画で撮りたくてずっと我慢していたので開けていこうと思います。中川正七商店、じゃんじゃじゃん。風鈴です。いい香りじゃない、いい音。もうずっと風鈴が欲しくて探してて、結局フィンランドに行くまでにちょっと一つに絞れなかったんですけど、永遠に探してたら永遠にこの音は部屋に響かないなと思って、ちょっと思い切って勢いのままゲットしました。これは小田原鋳物の風鈴。小田原鋳物は城下町小田原で北条時代より始まった伝統美術工芸の一つです。鈴や鐘など鳴り物の質の良さで知られています。真鍮製の風鈴は凛とした澄んだ音色で長く残る余韻が特徴。涼やかな麻生地を合わせました。ということで小田原の鋳物の風鈴です。なんかこうガラスよりも優しくなってくれる感じ、ちょっと上品な感じがいいなと思ってこれを選びました。でこの麻のこれはなんて言うんだろう、麻生地がしおりみたいについているのも素敵だなと思って、いい音。これを窓辺に飾りたいと思います。嬉しい。あとここにあるのがフィンランドで撮りためてきたフィルムカメラの現像をしてきました。どんな感じになってるのかな、楽しみ。久々に現像したな。なんか大学生の頃とかはすごいフィルムが好きで、フィルム一眼とか父からもらったやつで撮ったりしてたんですけど、最近現像代とそのデータの転送代が高くて、でフィルム代もすごい高騰してて高価な遊びになってしまったので遠ざかっていたんですけど、フィンランドではフィルム1個分だけ撮ってきたので、それをチェックしたいと思います。うわー、撮れてるかな。うわー、めちゃくちゃいい。来るものがあるな。フィルムいいな。うわー、フィルムまた始めそう。うわー、めちゃくちゃいい。フィンランドかわいいかわいい。友達もかわいい。フィンランドでの日々を思いながら、みんなに配る用のお土産を作っていきます。マリメッコの紙ナプキンにパッツェルのチョコと飴、ムーミンのティーパックを合わせて、フィンランドのかわいいかけらたちの詰め合わせパック。いい感じです。いつも動画を見てくださっている皆さんにもいくつかお届けできたらいいなと思って試行錯誤しております。とにもかくにも約1年間のフィンランド生活、動画を通して寄り添ってくださりありがとうございました。これからの日々や旅も私なりにワクワクと楽しく丁寧に記録していきたいと思いますので、お付き合いいただけたら嬉しいです。大好きな日本の夏がやってきます。お体ご自愛しつつ、それぞれにとっての良き夏の日々をお過ごしください。